はいどうも、B 賞です。今日は久々のレビュー動画になります。今回紹介するフィギュアは、ソーソートイズのミスターブッチャーになります。このキャラクター、現在 Amazon プラスの方で、絶賛配信中で、巷ではかなり人気のあるドラマ、ザ・ボーイズの、主役メンバーというか、中心人物のフィギュアになります。で、ソーソートイズのフィギュアということで、公式ではなくて非公式のフィギュアなので、名前とかはね、それぞれちょっとごまかしているというか、本来であればビリー・ブッチャーとかそういう風に書かれているところをミスター・ブッチャーという風な記載にされていますね。僕もこのザ・ボーイズ見てるんですけど、かなり面白いドラマで、本当にね、一話一話楽しみにしながら見てるんですけど、ぜひこの動画見てくれて皆さんにもね、見てほしいドラマかなと思います。はい、それではまず箱から見ていくんですけど、まずね、大きくビリー・ブッチャーのイラストが描かれていて、そこに名前がローマ字で描かれていますね。そして右上の方にはソーソートイズのロゴが入っています。そしてこの名前の下に、アンダーラインというわけではないんですけど、この赤い線が入っていて、これ血ですね。ペイントにはなるんですけど、このザ・ボーイズというドラマの特徴をね、かなり捉えているようなデザインになっていると思います。そして横には同じくミスター・ブッチャーとこのね、血のようなペイントが描かれていて、反対側も同じくデザインされていますね。そして裏には映画と中国語ですかね。このフィギュア日本語は特に記載はされてないんですけど、このようなデザインになっています。全体的にキャラクターを中心に描きつつ、作品の雰囲気もね、表しているような、かっこいいパッケージになっていると思いますね。そして今回このパッケージボックスタイプとなっていて、この上蓋を取るとフィギュアが現れるんですけど、この感触ね、ちょっと真空のような空気をまといながら開ける感じたまらなくいいですよね。この開ける瞬間もフィギュアを楽しむ一つの魅力だなと思います。そして上蓋を取ると、中にもブッチャーの横顔が描かれていてかなりかっこいいですよね。で、この厚紙を取るとこのように、フィギュアが現れるという感じになっています。で、この白い紙は、そうですね、説明書になりますね。今回この赤ちゃんの付属品があるんですけど、それの発行ギミックの説明が書いてあります。ただ記載されていることは中国語と英語なので、ここら辺はね、ちょっと調べながらやっていく必要があるかなと思いますね。そして中身、このような感じになっていて、フィギュア、ブッチャーの本体と赤ちゃんと、手がね、それぞれまずは上には付属しています。今回このフィギュア何層かに分かれていて、この一番上のフィギュアの部分を取ると、このように付属品が登場するというようなパッケージになっていますね。かなり付属品もね、武器とか、あと台座とか、とても多くて、遊びがいのある、プレイバリューのあるフィギュアになっていると思います。はい、それではまず、この付属品とかハンドパーツ紹介して、その後にブッチャー本体紹介していきます。はい、それでは付属品から見ていくんですけど、見ての通り、かなり付属品の数多いですね。手のハンドパーツが本体に付いているものを含めると4種類。そして、スナイパーライフル、アサルトライフル、あとマガジンですね。それと、試験管に入っている部位。あとはそれぞれシーズン1で登場したような武器が4種類と、あとスガウヘッド、そして台座が付属しています。まずはハンドパーツから見ていこうと思います。ハンドパーツ、今机に並べてあるもの3種類あるんですけど、それぞれね、武器を持つ時の手だったりとか、あとは拳を握っているようなハンドパーツが付属していますね。で、質感は結構いいと思います。で、ソーソートイズ結構有名なメーカーブランドでもありますし、ホットトイズにも負けないようなクオリティの高いハンドパーツになってるんじゃないかなと思いますね。で、ちょっとテカっちゃってる部分あるんですけど、ここら辺はパッケージと擦れたことによって、ちょっとね、テカっちゃってるのかなというような気がするんですけど、手の人間らしい塗装というのはとてもよく再現されていると思います。血管なんかもね、とてもよく造形されていますね。で、それぞれこういう風に、ライフル系の武器を持つようなハンドパーツ、そして、棒状の武器を持つハンドパーツも付属しているので、こういったところ両手に武器を持たせたりしてね、楽しむことができそうです。続いて武器を紹介していきます。まずはじゃあ手前にあるこのスナイパーライフルから紹介していくんですけど、結構大きさはありますね。成人男性の手のひらよりもちょっと大きいかなくらいの大きさがあって、ただ重さ的には結構ね、比較的軽いような、プラスチックで作られているスナイパーライフルになります。若干この合わせ目は目立ってしまうんですけど、そういったところは仕方ないのかなとも思います。で、ここにスナイパーのスコープがついていたりとか、細かいところまで再現されているかなと思いますね。そして手元の引き金の部分にはファイヤーとセーフというように安全装置まで再現されているというような作りになっています。で、このスナイパーのスコープなんですけど、取り外すこともできますし、こういう風にね、場所の位置を調整することができるようなポイントもあります。そしてこのマガジンなんですけど、取り外すことができるんですよね。
で、そうすると中には、銃弾が入っているというような感じになっていて、それが今回ね、マガジンが3つ付属しているというような感じになります。で、こういったね、マガジンの中の弾薬に関しても1個目、2個目の弾薬が見えていたりとか、とても細かく作られているかなと思いました。そしてもう一つギミックがあって、それはここのコッキングのところなんですけど、こういう風に動かすことができるので、こういったところまで細かく作り込まれているスナイパーライフルのアクセサリーパーツになっています。続いてアサルトライフルになるんですけど、重さ自体はそんなに重くはないんですけど、細かいところまでよく作り込まれているアクセサリーパーツかなと思いますね。こちらも先ほどのスナイパーライフル同様、スコープの位置を調整できたりとか、あとマガジンもこういう風に着脱可能になっています。で、このアサルトライフルに関してもマガジンがそれぞれ3つ付属しているというような感じになりますね。こちらももちろん中の弾薬が金色でペイントされていて、そういったところもね、こだわりを感じるアクセサリーパーツになっています。で、やはりこのスナイパーライフルの弾薬と比べるとね、かなり大きさ違いますよね。5倍とか6倍くらい大きさあるんじゃないかなっていう風な弾薬なんですけど、金色に光っていてね、かっこいいですよね。なかなかね、この中身を見せて飾るというようなことはないとは思うんですけど、見えないところまでこだわりが詰まっているというようなフィギュアはとてもいいフィギュアだと思いますね。そしてこのアサルトライフルにはもう少しギミックがあって、まずこの銃口の先端なんですけど、バレルスタビライザーというかサイレンサーかちょっとわかんないんですけど、こういう風にね、一応取り外すことが可能になっています。あとはこのストックの部分もこういう風に伸縮性があって、外れたりはしないんですけど、構える時にね、脇に抱え込むような形で飾る、そういったことも可能なライフルのアクセサリーパーツとなっています。そしてこの取っ手の部分もね、しっかりと動かすことができるので、本当にね、よく作られてるなと感じました。続いて、小物の武器になっていくんですけど、これはまずハンマーですね。で、柄の部分は木のような造形が施されていて、ハンマーの部分も黒塗りでね、ちょっと重厚感のあるようなペイントを施されています。ただね、こちらもね、重さはとても軽いです。ただアサルトライフルとかの付属品もそうなんですけど、重すぎるとフィギュアに持たせた時にバランスがね、悪くなってしまったりだとか、前に倒れやすくなってしまったりもするので、付属品こういった武器が軽いっていうようなところは結構ね、個人的にはいいポイントかなと思いますね。そしてこちらドリルですね。これもドラマの中で登場したような付属品となっています。特にこのドリル部分が回るとかそういったことはなくて、この先端の部分もプラスチックでできているので、ちょっと柔らかいですし、この刃の部分も結構長くて細いので、こういったところはね、破損には注意する必要があるかなと思います。はい、そしてこちらの武器は、ヒューイと初めて手を組んだ時にもね、使用していたような、電気棒になりますね。で、これもフィギュアに持たせやすいようなサイズ感となっていて、この取っ手の部分にはちょっと分かりにくいんですけど、スイッチのようなペイントも施されていて、結構造形細かいですね。先端はブロンズの塗装が施されていたりもして、塗装も結構全体的に綺麗に施されているような印象です。そして武器の最後はこちらです。パッケージの正面にもブッチャーが持って描かれていたような工具が武器として付属しているんですけど、これもね、とても軽いですね。ちょっと伸縮性があったりもするので、この武器についても取り扱いちょっと注意は必要かなと思います。ただ金属の質感というか、若干汚れているペイントっていうんですかね、そういったところまで細かく再現されている付属品となっています。そして続いて、かなり細かいパーツなんですけど、こちら試験管に入った部位を再現しているような付属品になっています。この部位っていうのはね、ヒーローがドーピング的な薬として摂取していて、特にエイトレインがね、これによって死にかけたっていうようなね、ストーリーも印象に残ってますね。で、ちょっとね、ランナーの切り方が甘いかなというような感じもするんですけど、特に気になるようなレベルではないですし、これをディスプレイするにしてもかなり小さいパーツなので、そこまで目立たないんじゃないかなというふうに感じてますね。で、中身はもちろん液体とかではなくて、水色の半透明の樹脂で造形されているというような感じになっています。それが今回3つ付属しているというような感じになっていますね。そして台座なんですけど、形的にはホットトイズのような、六角形の台座になっていて、そして中心にはザ・ボーイズという風に描かれていて、その周りはね、鉄板の床板が囲っているというようなデザインになっています。そしてアームの部分は結構太いんですけど、股の下を支えるようなホットトイズでもよくあるような伸縮性のある台座になっています。で、このね、台座結構かっこいいですよね。細かく見ると、こういう風に血しぶきが飛んでるようなペイントも施されていたりだとか、このザ・ボーイズというような文字もね、ちょっと血が垂れているというか、そういった造形がね、かなり作品の雰囲気演出してるんではないでしょうか。こういう風に横の部分まで血が飛んでいたりだとか、個人的には結構気に入っている台座ですね。はい、続いてこの赤ちゃんの付属品なんですけど、これ結構怖いですよね。エピソードの中だと、ボートに忍び込んだ時かな、
その時に登場した赤ちゃんで、これをブッチャーが持ち上げて目から青いビームを出して敵を倒すようなシーンがあったと思うんですけど、その赤ちゃんが今回付属しています。で、スタイルはね結構可愛いかなとも思うんですけど、この表情がね、リアルというか、ちょっと怖いかなって感じがしますね。目はダークブルーのようなグリーンのような色になっていて、唇はかなり赤い、本当にほっぺたはね可愛いんですけど、表情は何度も言うんですけどちょっと個人的には怖いです。そしてこれヘッドパーツを取り替えることができて、こういう風に抜くとね、こんな感じのジョインになっているんですけど、そこにもう一つこちらのヘッドをつけることができます。このヘッドにすると、さらに怖さが倍増するんですけど、こちらのヘッド発光ギミックがついています。でその発光させるためにはまずこの帽子の部分を取ると、中身空洞になってるんですけど、そこにね付属しているこの基板と、あと付属の電池ですね。その電池をこういう感じで基板にはめ込んでもらって、この頭の中に入れるというような感じになりますね。今もちょっと光っているんですけど、これが衝撃のセンサーで発光するらしいですね。なのでちょっと頭を軽く叩いてあげるとこのように発光して、ちょっとでもね振動が加わるとついたり消えたりするんですけど、結構ねビカビカに光ってますね。通常のものと比べるとこんな感じになりますね。ちょっとこの赤ちゃんのパーツはね箱にしまっておこうかなと思います。そして、付属品の最後はこちらブッチャーの笑顔ですね。これかなり似てると思いませんかね。とても造形素晴らしいなと思いました。サードパーティー製のフィギュアで、版権自体は許可が取れてないものだと思うので、非公式のヘッドパーツにはなるんですけど、この髪の毛とかの造形もねとても立体感のある素晴らしい造形になっていると思います。そしてこの表情ですよね。ちょっと企んでるようなね表情、かなりリアルに再現されていると思いますね。ヒゲの造形とかもそうですし、この顔のシワとかね、鼻の感じ、ちょっと狂気を感じるようなこの笑顔ね、とてもよく再現されていると思いますね。でも肌の質感とかもとてもリアルにペイントが施されていて、ホットトイズとかと比べても本当に技術を劣らないんじゃないかなという風なヘッドパーツになっていますね。はい、ということで、フィギュア本体のレビューに移るんですけど、ちょっとこの動画撮る前にね、いろいろまずは下見としていじったんですけど、本当にこのフィギュアね、めちゃめちゃいいなという風に思うポイントがたくさんあったので、一つ一つ詳しく紹介していこうと思います。まずはこのヘッドですよね。ブッチャーの素顔ヘッドなんですけど、かなり似ているというか、本当にねよく特徴を捉えた素晴らしいヘッドだなと思いました。先ほど付属品の中で紹介した、笑顔のヘッドがこちらなんですけど、この2つをね見比べてもやはり真顔の方が雰囲気伝わるというか、ビリー・ブッチャーそのままの表情といえばこっちの真顔の方のヘッドかなと思いましたね。表情シワだったりね、この目の眼光の鋭さもねよく再現されてるんじゃないかなと思います。そして衣装はこのブッチャーを象徴するようなこの緑色のコートと、あと中のアロハシャツですね。そして下はスキニーっぽいジーパンに、ブーツ姿という風になっているんですけど、この衣装についてもかなりね素材がしっかりしていて、高級感のある衣装になっていると思います。まずねこのコートなんですけど、一見ね通常の布に見えるんですけど、ちょっとね手触りが滑らかというかスウェードっぽい感じのもあるような素材が使用されていますね。で全体的なシルエットを見てもかなり綺麗に整えられているようなコートとなっていて、この襟元なんかもね、しっかりとシワがついているというわけではないんですけど、ちょっと立てた襟の感じとかドラマの中の要素をねそのまま再現されているようなコートになってます。そしてこのコートもう一点素晴らしいポイントがあって、ロングコートの膝に近い部分なんですけど、そこにね針金が入ってるんですよね。なのでもちろんこういう風に中に巻き込むこともできますし、逆にこうやって風になびいているような様子を再現することもできます。こういったところでもねポージングの幅を広げられるというような点がねかなりいいコートだなと思いましたね。でボタンとかもかなり細かく作り込まれていて、はめるような感じではないんですけど、この左半身だけボタンがあしらわれているというような感じになってます。ポケットはね手を入れることはできずに、飾りとしてついているというような感じになっていますね。そして中のアロハシャツなんですけど、細かく見るためにこのコートね脱がせて見てみようと思います。はい、コート脱がせるとこのような感じになるんですけど、脱がせたコートね、中の刺繍とか見ても本当に綺麗に裁縫されていますよね。こういったところもねソーソートイズ、初めて今回購入したフィギュアなんですけど、かなりクオリティ高いなと思いました。そ
そしてこのアロハシャツですね。いやこれもねかなり再現度高いというか、ドラマの中でブッチャが着ていたデザインそのものがねプリントされているというようなアロハシャツになっていて、とてもかっこいいですね。そしてこの素体なんですけど、素体も今回いいなと思ったポイントが、とてもマッシブな素体が使用されてるんですよね。なのでこの二の腕の部分とかも本当に太くて、アロハシャツの袖から見える二頭筋っていうのがねかなりかっこいいですね。血管も造形されていたりだとか、マッシブな素体になっています。そしてこのパンツもねかなりいい素材使用しているんですよね。伸縮性なさそうなデニム生地に見えるんですけど、伸ばしてみると、若干伸縮性があるような素材が使用されています。なのでこうやって膝を曲げたりとか、いろんな風に稼働したとしてもシワにならないというか、変な風に型がつかないようになっていますね。そしてこういう風な感じでベルトもしていて、合皮だと思うんですけど、こういうアクセサリーパーツがついていたりするのもかなりポイント高いですね。そしてこのブーツについてはちょっと裾のところが広がっているようなデザインになっているのもかっこいいです。で細かく見るとウェザリング加工のペイントなんかもされていて、使い古されたようなブーツというのがよく再現されていますね。で足の裏はこのような感じで、しっかりと溝も掘られていますし、ちょっとね土を踏んだような汚れているペイントなんかも施されています。続いてフィギュアの可動域ですね。まずヘッドの部分なんですけど、この顔と首のところでジョイントが分かれているような感じになっています。で中はボールジョイントとなっているので、首を回す動きは360度可能で、腕を向く動きはねちょっと見上げるくらいの可動域となっていますね。そして肩を上げる動きは90度はいかないですね。ただし腕を前に上げたり、こういう風に後ろに引く動きに関してはかなりスムーズに動かすことができます。ただ二の腕と肩の部分のこのジョイントのところで回るというような構造は今回このフィギュアにはありませんでした。その代わりといってはなんですけど、この肘の部分にねそういう可動域がありますね。曲げる動作はまず90度くらい可能で、後ろはこの直線180度のところまでしか動かないようになってるんですけど、肘の部分がボールジョイントとなっているので、こういう風な動きが可能になっています。そして手首はおなじみのボールジョイントが採用されているので、比較的広くね動かすことはできますね。でこの胴体の部分については、若干この溝落ちの部分に可動域があるようになってます。なので、ねじったりとか、こういう風に上下少しだけ動かすことができますね。そしてお腹の下の部分にも可動域があるので、この胴体の部分は2段階に曲げることができますね。下っ腹の方が結構可動域については広いので、そこで反らせたりとか前かがみさせるようなポージングの方法になりそうです。で下半身については、まず開脚の動きはしっかりと90度くらいまで足を上げることができますね。ここは先ほども言った通り、衣装が結構伸縮性ある素材なので、ガシガシ動かしても大丈夫な関節になっています。で足を上げる動きは90度はいかないまでも90度近く上げることができて、逆に引く動きはねこのくらいなので、あまり足を引くことはできないかなというような印象です。で膝については人間に近いような可動域が2段階のジョイントになっていますね。で足首については、おなじみボールジョイントとなっています。たまにホットトイズであるようなこのつま先の部分の可動域についてはこのフィギュアはないので、そこはね固定されるような作りになっていますね。全体的に上半身についてはマッシブな素材を使用しているので、ちょっと可動域狭いかなというような感じはあるんですけど、下半身はねかなり可動域広くて、このズボンの素材も相まって比較的動かしやすいフィギュアになっているのかなと思いました。はい、ということで、今日は早々トイズ製のザ・ボーイズ・ブッチャーを紹介しました。サードパーティー製のフィギュアなんですけど、ヘッドだったり衣装、素体までね、かなりクオリティ高いですし、付属している武器とかもかなり豊富なので、ディスプレイしたりとかね、写真撮るにしても、プレイバリューが豊富で、素晴らしいフィギュアだなと思いました。今回このフィギュア Amazon の方で購入したんですけど、現在も Amazon だったり、トイザキュートといったサイトで購入できるので、気になる方はね、ぜひ購入してもらえたらと思います。それぞれのリンクについては概要欄の方に載せておきます。そして、早々トイズからは、今年の秋か冬頃にザ・ボーイズのホームランダーも登場する予定で、そちらのフィギュアについてもすでに予約していて、届き次第紹介する予定なのでお楽しみに。ということで、この動画が参考になった、良かったなと思った方はぜひねチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。登録者1000人まであと少しですし、今後ねホットトイズのレビュー等も、2023年にかけてかなり増えていく予定なので、ぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいです。あと、概要欄の下の方に僕の Twitter だったり Instagram のリンクも貼ってあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。